はい、こんにちは。Unlock the Universal Parsers という、A New PicoDB Compiler という話をします。モンスターラボの蓮見です。最初に宣伝、N 月間ラムダノート買った人少ない、買ってください。PicoDB と一緒に学ぶプログラミング言語は電気回路を動かす仕組みという記事を書きました。で、一つ前でやってたと思う家庭さんの記事も載っているので、これで1760円実質無料です。買ってください。パース Y とプリズム、見えるかな？パース Y とプリズム C っていうのは人間が書くものですよね。復習で、パース Y を Bison が変換してパース C ができます。リャマが変換してパース C ができます。今はこっちのルートは引退してこっちをやってますよね。で、プリズム C はそれに対して人間が書いたものがいきなりパーサーとしては完成品。で、プリズムって、この令和の時代に新たに作られたユニバーサルパーサーです。ポータビリティとスモールフットプリントです。によってインテグレート、他の言語処理系とインテグレートしやすい。それからジェムという形でも提供されています。それに対してリャマジェンパーサーは、当然なんですけど、あらゆる点で CLB コンパチ 100% っていうのが、強みですよね。ただし、その成り立ちから分かるようにポータビリティがない。今パーサーそれぞれどれが使われているか。 CLB のデフォルトはもちろんリャマジェンパーサーで、ただエクスペリメンタルでほぼほぼ動く状態でプリズムも今インテグレートされていてオプショナルで使えます。で JRuby とトラフル Ruby はプリズムにもう置き換えられました。で、光の方へMRuby は松本さんが別に書いたパーサーを使ってるんですよ。で、PicoRuby は僕が書いたさらに別のパーサーを使ってます。で、ここからしたら処理系じゃなくてライブラリですけど、IRB の中のカタカタ IRB とかはプリズムのジェムの方を使ってますね。それからルボコップは、パーサージェムを使ってるのがプリズムになるって話がこの次のセッションで伊藤さんがやると思います。はい。で MRuby と PicoRuby どうするのって話ですね。MRuby コンパイラーが何をするかなんですけど、Putest Hello World をコンパイラーに食わして16進ダンプすると、こういうバイナリができるっていうコンパイラーですね。で、そういう意味では PicoRuby コンパイラーも全く同じもので、PicoRuby はターゲットがこういう264キロラムぐらいの小さいマイコンをターゲットにしているので、もしあるユニバーサルパーサーがスモールフットプリントでないならば、それはユニバーサルとは言えない。ちょっと厳しいこと言いました。で、僕がその開発している時にどうやってメモリ測っているかがこのコマンドで、詳細はともかくとして、例えばオリジナルの松本さんの MRuby コンパイラーで Putest Hello World をコンパイルすると 129.5 キロバイト、僕の PicoRuby コンパイラーだと 16.7 キロバイト、もうできてるんですけど、プリズムだと9キロバイト、すごい。まとめるとプリズムが今のところ一番すごい。ただプリズムの方はちょっとまだ開発中だし、コードジェネレーターも新たに作ってるんで、まだこの数字は変わると思います。で、インテグレーションの仕方、プリズムの場合ですね。プリズムパーサーのイニシャライズして、スクリプト渡して長さ渡してパースしてあげて、でコンパイルするっていう、こんな簡単にできるんで、プリズムってすごくよくできてると思いますよ。いろんな意見はあるけれども、API もきれいに整備されているし、ノードの設計がやっぱりきれいだし、でポータビリティ、スモールフットプリント文句なしだけど、それでもなおリャマを使うのはなんでなのかっていう話なんですけど去年これ RubyConf 台湾行って、夜な夜なビールを飲みながらですね、無限にパーサーの話をする人がいるわけですね。で、これはルボコップの人ですね。無限に話をするわけで、いろいろ聞くわけですよ。で、ほら、パース Y って迷宮だみたいに言うじゃないですか。だけど、僕の2つ前のセッション、高田さんとか、明日かな、小林さん。で、あともちろん、
金子さんっていう天才たちがいるおかげで、もはやラビリンスじゃない状態まで来てる。ね、令和5年、6年のパース Y は、もはや、みんなが書けるものになっている。リーダブルで、メンテナブルで、エラートレランスも入ってきてるし、何やらトークナイザーの状態管理もこれが一番大変なんですよ。僕もピコルビーコンパイラー書くときに本当大変だったんですけど、そこに革命をもたらそうとしている。要するにコンピュータサイエンスワイドの、成果を彼らは上げていて、で、それを僕が使わないと全部プリズムになっちゃったら、せっかくこういいものができているリャマジェンパーサーなのにもったいないじゃないですか。だから僕は両方やろうと思っていますっていう話。これが導入でした。はい。で、リャマジェンパーサーが吐く AST ってこういうふうに見ることができる。皆さんも見ることができる。Ruby コマンド、ダンプ P でやると、こういうAST が出てくるんで、こいつをコンパイルしてあげればいいんですね。僕がやることはそれ。で、このコマンドを渡すと、Do not use this node done for any purpose other than debug and research. Compatibility is not guaranteed. 使うなって言われてるんですけど、使うんですよ。もうそんな時代じゃない。ね、この警告は消したい。で、はい、作ってみました。バージョン 0.0.0、要するに本当に初期の段階の Llama Generated Parser Integrated MLB コンパイラーですけど、でそれをどう作ってるかっていう今日は何ていうのかな、まだ完成してないんでドキュメンテーション的な話です。皆さん Ruby これは Ruby の、ビルドの方法、Ruby ディレクトリに入ってオートジェンシェルを走らせてコンフィギュアファイルができて、コンフィギュアファイルを実行するとコモン MK などなどのファイルが作られて、メイクコマンドを押すと、皆さんのお手元で Ruby がコンパイルされるわけですね。その途中でお気づきでない方もいるかと思いますが、libruby static A っていう、アーカイブファイルが作られます。アーカイブファイルって何かっていうと、いろんなソースコードをコンパイルしたオブジェクトファイル、コンパイルしたオブジェクトファイルで、その他に無限にたくさんファイルがあるんですけど、それを一個にまとめたライブラリファイルですね。それが A アーカイブファイル。で、これに、他のライブラリ、例えば libm、数学関数が入ってるやつとか、libz とか、libcrypt とか、ちょっとわかんないけど、そういうのをこれは共有ライブラリをリンクしてあげると Ruby コマンドができる。メイクコマンドがやってるのってそういうことなんですけど。で、そのようにして Ruby が作られるのですが、そのスタティック、libruby スタティック A に着目して言うならば、CRuby も実はエンベッドできる。エンベッド用って MRuby だともちろん思われてると思いますけど、 CRuby だってこんな感じのプテスハローワールドを表示するだけのメイン関数を作ってあげて、コンパイルするときにさっきの libruby スタティック A をリンクしてあげれば、それを実行するとハローワールドって出るんで、これ要するに自分のプログラムの中に CRuby を組み込んだっていうことですよね。で CRuby を組み込んだといえば、僕が一番尊敬する大先輩、世界の周吾前田による、伝説的な作品がありまして、モッドルビー、なんか今周吾さんの声が聞こえた。聞こえてない。モッドルビーっていうのがあって、アパッチウェブサーバーに Ruby を組み込んだ。多分これ Ruby1.7 とかの時代。多分20世紀の作品だと思うんですけど、こういう例があるんですよ。実は皆さん知らなかったでしょう。知ってるよね。なので、そのようにして実は CRuby も組み込むことができる。そういうふうにその方法で僕は開発を始めたということを言いたかった。では早速その組み込んだリャマを組み込んだリャマジェンパーサーを組み込んだコンパイラーのメモリ消費量を見てみましょう。9.985 メガバイト。メガバイトですよ。プリズムの1000倍以上のメモリを消費するわけですよ。ね。なんでか。それはなんでかっていうと、最初に Ruby init っていうのをして、そうすると GC が準備されるんですよね。で、
スクリプトを渡してあげてパースして、ここから先は基本的にはそのプリズムの場合と一緒でやるとさっきの、この数字になるんですね。でじゃあイニットしなきゃいいじゃんと思うんだけどこの行を削除するとセグ V するわけですよ。当たり前か。でなんでかっていうと、コンパイラがあります。コンパイル使用します。パーサーがパースします。ノードを作ります。その過程で AST が作られて、なんか AST は IMEMO っていうものに依存していて、IMEMO GC に依存しているし、あとパーサーの中でも内部で Ruby のオブジェクトアレイとかストリングが作られて GC に依存してる、こういう依存関係があるので、この依存を切ればメモリー消費量が減るはずなんじゃんと思って次の段階に進むわけですね。で、まとめると、最終的にやりたいことは脱 GC なんですけど、それに、つながってるさっきの依存関係から分かる通り脱バリューをします。なんか脱 IMEMO をしますっていうのが作業内容です。詳しくはもうちょっと先に出てきます。で僕もやっているその脱バリューの作業を一部、SH さんがやってるので、その話がライトニングトークスに出てくる。本当パーサーの話いっぱいありますよね。で、これが脱バリュー、例えばですけど、例えばね内部のアレイオブジェクトを独自のパーサー用のアレイっぽい C 構造体オブジェクトにこんな本当なんですかナイーブな実装ですね。データタイプがあってデータ本体へのポインターがあって、あと長さと、キャパシティがあるみたいなこういうオブジェクトを作って脱バリューしていくんですね。その一例が例えばトークンズ RubyVM アブストラクトシンタックスツリーパースでここに Keep Tokens True って渡すとトークンの情報がこういうふうに保存されるんでトークンズ呼ぶとこれ出てくるんですけど、これが要するにアレイなんですよね。これがパーサーの中で作られてるんです。この辺はいいや。で要するにとにかくバリューだったトークンズを、独自のオブジェクトに変えるみたいな作業をしました。でこれは次の例、別の例、スクリプトラインズっていうのがあって AST ボディスクリプトラインズとか ISEC バリアボルスクリプトラインズとかスクリプトなんか大文字とかこれなんだろうと思うんですけど3種類あるんですけど、AST のスクリプトラインズはアブストラクトシンタックスツリーパースキープスクリプトラインズっていうのを渡すとトゥルーを渡すとこのパースするのに使ったこいつがなんかアレイとして保存されてるんですね。されるっていう機能があります。同様に ISEC を作る時にも Keep Script Lines True って渡すと、保存されています。で大文字のスクリプトラインズアンスコっていうトップレベルのオブジェクトこういう機能が Ruby にあるの知ってる人いました？知ってました？僕知らなかったんですけど、例えばこういうスクリプトがあるじゃないですか。それをリクワイアって要するにパーサーに読ませるんですけど、その前にですねスクリプトラインズアンスコをハッシュで初期化しておくと、これが前提なんですけどしておくとなんかパースしたものがファイル名をキーに残ってるっていう機能があるんですよ。謎の機能が。これ何だったかっていうとデバッグ RB とかトレース RB これ笹田さんがもう書き換えてしまったやつ、これ IRB の中にあるやつなんですけどかつて使われてたんですよね。だいぶハックなんですけど、それによって過去のスクリプトの履歴を取っとくために多分使ってたと思うんですけどもう使われてないので、個人的にはこの機能自体なんかもう消してもいいんじゃないかと思うんですけど、そういうふうなものがあったんですがこいつら全部実は同じ R アレイのポインター同じ実態を指してるんですね内部では。なのでこれでいいのかな。なので、そのアレイを独自の実装に変えます。変えるんだけど、最終的にアレイとして出てこないともちろん Ruby オブジェクトとして使えないからパースしながらアレイを作っていた
今までの状態からパースが終わって、スクリプトラインズを Ruby レベルに露出させなきゃいけないときに Ruby オブジェクトにするっていうふうに Ruby の内部の実装を変更しました。というのが脱バリューの、一例でした。次が脱 iMemo の話です。脱 iMemo は、iMemo ってインターナルメモリオブジェクトの略かな、多分と思うんですけど、Ruby レベルに露出しないオブジェクトなんだけど GC に管理させたい、管理してくれるから便利なオブジェクトを iMemo っていうルールに従わせるとバリューではないんだけど、GC に何とかしてもらうことができるので便利っていうやつなんですが、GC させるから5ワードリストリクション、構造体の大きさに制限があったりするみたいな話があります。で例えば、AST の構造体 Ruby の内部実装の AST の構造体は最初に iMemo でGC させるため iMemo であるためにフラグズっていうバリューがいりますよね。でこれを消したい、これは消していきたい。でこの辺は必要なものノードバッファーっていうのがあったりルートAST の先頭のアドレス、それからさっき出てきたスクリプトラインズ、これねバリューだったんだけどこれもバリューじゃなくしたいとか、あとちょっとフラグがあって、1ワード2ワード3ワード4ワード、ここ2ビット2ビットだから4ビットなんでこれで5ワードなので iMemo として扱うことができるのを、なんかちょっと詳細は省きましたが、脱バリューしました。さっきのフラグズが消えてますよね。で、その代わりにコンフィグっていうのを足せるようにしてユニバーサルパーサー向けのなんか設定、例えばマロックの関数のアドレスをこいつに持たせたりとかしてるんですけど、そういうメンバーを足したいから、構造体の形を変えて、これでもまだ5ワードなんですよね。1ワード2ワード3ワード、これで4ワード、これ半分2ビット2ビットなんで、まだこれで5ワードじゃんと思うんだけど、32ビットアーキテクチャだったらイントが1ワードになるんでこれ6ワードなんですよね。だから、そういうクロスコンパイルしたいんでピコルビー向けに、5ワード制限みたいなのがあると困る。でもそれはなくすことができた。で脱バリューして脱 iMemo すると、脱 GC ができましたと思います。でこれが僕の作業したログですが、ちょっとプリズムにも少しパッチを送ったんですけど、多くの作業はほとんどユニバーサルパーサー向けの作業をして、今年の分かな、1月から4月までの分の作業が、行数を計算すると追加が1321行で、削除が800行ぐらいで、2100行ぐらい作業したんですけど、皆さんのお使いになる Ruby には影響がないです。影響がないように頑張ったっていう話です。で、これによってようやく Ruby イニットが消せるんじゃないかと。消してでイニット消すからファイナライズも必要ないんで消して、ドキドキワクワクしながら実行してみますと 39.91 キロバイトを 39.91 キロバイト 96% リダクション。疲れた。疲れました。大変でしたよ本当に。こういう状態ですよね。コンパイラ側のコードから依存関係が他ないんで、メモリ消費がここに収まるから39キロバイトでいけるようになったっていう話です。でもちろんこれで終わりではなくてまだやることがあるんですけどこれは何ていうんですか、まだちょっとよく分かんない話ですけど、プリズムの方がノードの設計が綺麗なんで、そっちに合わせていこうっていう、リャマジェン側パース Y 側も、AST の
設計を変えていくっていう作業が多分あるんで、コンパイラーとしてはプリズムにコンパチブルに作っておけば、両方使えるようになる。完全に一致させるのは多分難しいと思うんですけど、ある程度近づけていく作業っていうのが多分これから発生するし、 39.91KB ってなんか C ルビーのパーサーだからそんなにメモリ消費気にしてないにもかかわらず、もういきなり39まで減ったんですよ。すごいじゃないですか。でだからまだ全然ファインチューニングする、余地があると思っていて、例えばバッファのサイズとか、実行環境によってその辺調整できるようにするとか、構造体見直すとか細かいことをやっていけば、39点だからこれプリズムよりもまだ4倍大きいけど、全然まだ近づけていく余地はあるはずなので、それはこれからやっていく。で次の話、クロスコンパイルしなきゃいけない。で、それのことと一体の話なんですけど、ロムサイズのことも考えていかなきゃいけない。コードサイズですね。ロムをどれだけ消費するか。今ロムサイズが、僕の現状のピコルビーコンパイラーはこの大きさ、プリズムインテグレートはこの大きさ、松本さんのオリジナルコンパイラーはこの大きさ、パソコン上でですけどね。でリャマジェンをリンクしたやつは24メガなんで圧倒的に大きいんですよ。圧倒的に大きいんですよ。なんでかっていうと C ルビー全体を含んじゃってるから、正確に言うとミニルビー相当を含んじゃってるから大きいんですけど、依存ラム消費の観点からするといろんな依存は消えたが、ソースコードとしてはいるので、ちょっとその辺の言い方は微妙ですがいるので、コードサイズが大きいですね。最初にやりましたが、オートジェンしてコンフィギュアすると、実はこういうファイルも作られてます。これは私の環境ならばということですけど、 X8664 向けの Ruby コンフィグっていうのが作られてます。で実はホストオプションにターゲット名を渡してあげると、そのターゲット向けのコンフィグ H が作られるんですよね。こういうクロスコンパイルの、やり方というのが Ruby にはすでに用意されてるんですけど、でコンフィグ H って何かっていうと、ここ、でっかいファイルなんですけど、ここは分かりやすいと思うんですけど、ボイド P のサイズが4バイトだから四波32ビットっていうことは、これアーキテクチャがおそらく32ビットなんだろうっていうことがこれを見ると分かるんですけど、ARM Linux っていうのは32ビットのことなんですね。ARM の64ビットは AARCH64 っていうんですけど、で、今取り急ぎ僕がやりたいのはこっちで、ARM non-EABI。EABI は Embedded Application Binary Interface だから、組み込み向け用のビルドをしたい。で NaN は Linux OS がないことをベアメタルってこの世界では言います。でしかも GNU の glibc じゃなくて、一般的には ARM の場合 newlib っていう別の標準ライブラリを使います。でさっきも出たこれですね。こいつ向けにやりたいんですが、じゃあそれでコンフィギュアしたらどうなるかっていうとエラーになるんですよね。コンフィギュアできない。なんでかっていうと、non-EABI っていうターゲットは、例えばですけどスタンダード IO みたいな、標準ライブラリ、CLB は当然それがあるものだと思ってる標準ライブラリをサポートしてないんで、コンフィギュアの時点で失敗しちゃうから、そもそもメイクまでいけないっていう問題があります。でじゃあどうするか。これは単にやりたいことコンフィギュアボーアゲンストベアメタルに対してコンフィギュアできるように、まず CLB のビルドプロセスをちょっと見直さないといけないと思っていて、でさらに言うと、僕のやりたいことで言うと LibRuby スタティック A 全体はいらないので、必要なパースアー関連のファイルだけをリンクして、実行ファイルを作ればいいんじゃんと思ってるわけです。それからまだもうちょっと実は脱バリュー完全には終わってなくて、こういう依存がまだちょっとあるんですよ。それはこのぐらいの関数がまだ、脱バリューバリューを返す関数たちがこのぐらいいて、大きく分けると3種類に分けられるかな。このストラ関係とノード関係とこっちもストラ
あとシンボル関係ですね。この辺はまだ未着手なんですけど、あいつらを一旦ダミーの関数で置き換えておいて、libruby static A ではなくてさっきの必要なパース O とかノード O とかだけをリンクすると24メガあったのが 1.9 メガまで減りましたのでいけるんじゃないか。もちろんちゃんと Put-S Hello World はコンパイルできますっていうところまで来ましたっていうの、作業を今こういうリポジトリで頑張ってるところで、MRubyGem の形でやっていて、僕のこの Pico-Ruby コンパイラを MRuby 側でも使ってもらうようにして、大統一 MRuby コンパイラにしていこうと思っています。で、今日 Pico-Ruby 自体の話はしなかったので、Pico-Ruby に興味のある方は今日この2つ後のセッションの C の部屋で、Pico-Ruby の上で Wi-Fi、HTTP やるっていう話があります。それからライトニングトークスでハチさんが Pico-Ruby でラジコンカーを動かすって話をしてくれますので、皆さん Pico-Ruby に興味が湧いたらですね、このお兄さんがなんかラズパイピコ配って歩いてるらしいんですよ。なんでそんなことしてるのかよく分かんないんですけど、このお兄さんがラズパイピコ配ってるから宣伝してくださいっていうんで宣伝してるんですが、Pico-Ruby面白いな、やってみたいなと思ったらラズパイピコもらえばもうその場でいきなりL 地下まで試せるんですよ。皆さんのパソコンがあれば。なのでこのお兄さんちょっとお名前は存じ上げないんですが捕まえてあげてください。あれ反応しなくなった。こうか。はい、でまとめると、libstatic A をリンクしていた時は RAM 消費量10メガバイト、脱バリューする前ですね、10メガバイト、ROM サイズ24メガバイトでだったのが脱 GC したら40キロバイトぐらいまで減りました。ビルドプロセスを改善したら ROM サイズも 1.9 キロバイトまで減りました。はい、皆さん携帯でこれを取ってPico-Ruby リポジトリにアクセスしてスターを押してください。まだあと時間いっぱいこれを表示するんで、まとめますと Pico-Ruby コンパイラはプリズムとリャマジェンパーサーを両方今日言わなかったか、ビルドの時に選べるようにしようと思っていて、プリズムを使うかリャマジェンを使うかを選べるようにしようと思ってます。それから、残ってる仕事としてはクロスコンパイルのことをちゃんとやるってことと、もうちょっと脱バリューの仕事があるっていうことと、今日は全然話さなかったですけどシンボルテーブル周りもちょっとやることがちょっとだいぶやることがある。で、それが終わってから、ファインチューニングしていくことで、プリズム同等に近いぐらいの小メモリ性能を発揮できるように作っていきたいと思っています。時間ぴったりじゃねこれ。あと1分表示できるからスキャンした。話としては終わりです。ありがとうございました。